朝 iPhone でその日の天気をキャプチャーしているのですが、この日はすっかり忘れてしまいました。ただ見ての通り本日も快晴です。今日は途中観光しながらいよいよ気球で有名なカッパドキアに向かいます。それにしても去年のノルウェーと違ってトルコは今のところ毎日が快晴です。それでは今回ツーリングしているトルコについて簡単にご紹介します。トルコの正式名称はトルコ共和国です。人口は8500万人、面積は 78.3 万平方キロメートル、日本の約2倍です。首都はアンカラですが、最大の都市はイスタンブールになります。地形的にはトラキア地方のヨーロッパ側、アナトリアのアジア側にまたがっています。さらに黒海、エーゲ海、地中海の3つの海に囲まれていることから貿易・文化交流の要衝として栄えました。今日これから行くカッパドキアの起源、アナトリア高原、アララト山、エーゲ海、地中海など実に多様な地形に満ちています。歴史的にも世界史の教科書に出てくるヒッタイト帝国は世界最古級の大国でした。その後古代のローマ帝国、東ローマ帝国からセルジュク朝、オスマン帝国などを経て近代国家トルコに至ります。つまりトルコを一言で言い表すなら、ヨーロッパとアジア、古代と現代、イスラムと世俗が同時に存在する国と言えるかもしれません。さて今日これから最初に向かう場所はクズオレン・オブルクです。巨大なカルスト地形の陥没穴で内部に淡水の湖をたたえる自然の景観スポットです。それにしてもこの辺り本当に何もない平原が続きます。左手前方に案内掲示板が見えてきました。ここを右折します。クズオレン・オブルク到着しました。駐車場、誰もいません。それでは早速行ってみましょう。前方に大きな穴が見えてきました。この縦穴は典型的なカルスト地形で、石灰岩などが地下水によって長い時間をかけて溶けてできた陥没穴です。直径は約180から235メートル、深さは約171メートルで、そのうち約145メートルが水深です。地下水の過剰利用や乾燥化の影響で水位が過去数十年でかなり低下しているとのことです。宿泊施設もあるようです。中に入ってみましょう。このホテルはもともと13世紀にセルジュク朝時代のキャラバンサライとして建てられた建物を近年修復改装してホテルとして再生したものです。全部で約13室のスイートルームを備えた宿泊施設になっています。ラクダに乗った商人たちが絹や香辛料、陶器などを携えてこの宿泊施設を利用していたんですね。この広大なステップ地帯を見ていると、そういった商人が遠くにラクダを引き連れて歩いている様子が目に浮かんできます。
では次に向かいます。それにしてもこの広大なステップの中を貫く道路を走るって実に気持ちがいいです。次はスルタンハヌ・ケルバンサライに向かいます。スルタンハヌ・ケルバンサライはユネスコ世界遺産暫定リストに登録されているところです。ユネスコっていうだけですごく楽しみです。ところで先ほどのオブルク・ケルバンサライもこれから行くスルタンハヌ・ケルバンサライもいずれも支配者が主導して整備された主に商人のための宿泊施設です。日本でいうなら江戸時代の宿場町とか本陣に近いものです。そしていずれもシルクロード交易網の一部を構成していました。ところでシルクロードというと中国から地中海まで一本の道が通っていったという感じがしますが、実際には違います。つまりシルクロードは一本の道が続いていて、全ての商人が中国からローマまで行ったわけではないということです。実際には巨大な交易ネットワークで無数の分岐路や支線、中継路を持っていました。11世紀から13世紀のセルジュク朝時代のアナトリアにはイランや中央アジア方面、カフカス、メソポタミア、地中海の港を結ぶ複数の主要交易路がありました。それら全てがシルクロードアナトリア支線になります。これから向かうスルタンハヌ・ケルバンサライはイランから地中海の港を結ぶ重要ルートのど真ん中にあります。一方、先ほどのオブルク・ケルバンサライはメインの街道から枝分かれしたルートになっています。とはいえ重要な中継路で水源にも隣接していて、地域と幹線をつなぐノードの役割を担っていました。つまりシルクロードはメインの幹線だけでは機能せず、支線や補給路、水場がなければ成立しませんでした。そこで当時のセルジュク朝は約30から40キロごとに国家予算でキャラバンサライを配置しました。ちなみにこれらキャラバンサライでは多くが3日間まで無料で宿泊できたようです。それ以外にも医療サービスがつくなどかなり手厚い国家インフラと言えそうです。到着しました。入場料は100リラでした。こちらは中央礼拝所です。中には中央にあり、国籍や部族、出身地を問わず全ての旅人に平等な礼拝空間になっています。奥にある建物は冬用の大ホールです。ここは寒冷な中央アナトリアの冬に人や動物、荷物をまとめて収容するための屋根付きの巨大シェルターになります。現在絨毯は展示目的のようなのですが、当時も壁や柱に一時的にかけて防寒や風よけ、即席の仕切りとして使っていました。随分と年季の入った絨毯ですが、18世紀のもののようです。こちらはもともと宿泊施設のようです。
れでは次に向かいます。いよいよこれから向かうのはカッパドキアです。カッパドキアをまだ知らなかった頃、気球と奇岩の写真を見ていつもどこなんだろうって思ってました。いよいよその現場に行くって思うととても感慨深いものがあります。カッパドキア入りました。ここを左折して本日から2泊するギョレメに向かいます。正面、まず最初に見えてきたのはウチヒサール城です。ここは明日ゆっくりと回る予定になっています。トルコに来て初めてのピースサインいただきました。ピースサインのやり取り、やっぱり嬉しいですね。さて、いかにもカッパドキアっていうところにやってきました。今日はこのままギョレメにあるホテルに向かいます。ホテル入り口前の道路を改修工事中ということなので、スタッフの方に誘導してもらいながらバイクを駐車します。明日朝出発するときに出やすいように後ろから駐車しておくようにします。本日から2泊するホテルはこんな感じでした。なんと洞窟部屋はそのまま生かしたホテルになっていました。時々天井から砂のようなものがバラバラと落ちてきます。部屋はとても清潔で快適でした。夕食はホテルから歩いて10分ほどのレストランにしました。メインはリブアイステークです。まずはエフェスから入ります。リブアイステーキ大迫力です。いただきます。ボリュームがあって最高です。味はもちろんですが、店員も非常にフレンドリーでおすすめのレストランです。
すみなさい。